王星は、かつて9番目の惑星として教科書に載っていました。それが今は惑星ではないとされています。何があったのか。宇宙の不思議研究所。今日は冥王星を見ていきます。冥王星は長い間、太陽系で一番外側を回る9番目の惑星とされてきました。水金地火木土天海、そして冥王星。そう覚えた方も多いのではないでしょうか。ところが2006年、世界の天文学者たちの話し合いで、冥王星は惑星のリストから外されました。今では準惑星という新しい仲間に分類されています。なぜ一度惑星とされたものが外されてしまったのでしょうか。それを知ると、太陽系という場所が思っていたよりずっと広く賑やかであることが見えてきます。冥王星は太陽からおよそ59億キロも離れた場所を回っています。地球と太陽のおよそ40倍もの遠さです。そこから見る太陽はとても明るい一つの点に過ぎません。太陽から遠い分、回る速さもゆっくりです。冥王星が太陽の周りを一周するのにかかる時間はおよそ248年。見つかってからまだ一周すら終えていないのです。大きさも惑星と呼ぶには小さすぎました。冥王星の直径はおよそ2400キロ。なんと地球の月よりも小さいのです。惑星というより小さな氷の世界でした。冥王星が見つかったのはおよそ90年前のことでした。星空の写真を何枚も見比べるうちに、わずかに位置を変える小さな光の点が見つかったのです。それが冥王星でした。冥王星がいるのは海王星よりも外に広がるカイパーベルトと呼ばれる領域です。そこには氷と岩でできた小さな天体が数えきれないほど漂っています。冥王星の地表は想像を絶する寒さです。気温はおよそ氷点下230度。空気の成分すら凍りつく世界で、地面は岩と様々な氷で覆われています。あまりに遠く、あまりに小さいため、冥王星は長い間、ぼんやりとした光の点としてしか捉えられませんでした。その素顔は大きな謎のままだったのです。その姿がはっきり見えたのはつい最近のことです。2015年、1機の探査機が冥王星のすぐ近くを猛スピードで通り過ぎました。人類が初めてこの星に近づいた瞬間でした。送られてきた写真に世界は驚きました。冥王星の表面に大きくくっきりと白いハートのような模様が浮かび上がっていたのです。このハートの明るい部分は窒素などが凍ってできた広大な氷の平原でした。表面は不思議な多角形の模様に区切られ、まるでゆっくりと入れ替わり続けているようでした。その氷はじっと固まっているだけではありません。長い時間をかけて氷河のようにゆっくりと流れているらしいことも分かってきました。凍てついた世界は今も静かに動いていたのです。平原の縁には険しい山々もそびえていました。その高さは高いもので3000メートルを超えます。凍りついた星の上に堂々とした山脈が連なっていたのです。驚くのはその山を作っている材料です。冥王星ほど寒いと水の氷は岩のように固く凍りつきます。あの山々は岩ではなくカチカチに凍った水の氷でできていると考えられています。冥王星にはごく薄い大気もあります。探査機が去り際に振り返ると星の縁が青く霞んで見えました。薄い空気が幾重にも層をなして星を包んでいたのです。その薄い大気は少しずつ宇宙へ逃げ出していると見られています。太陽から遠い冥王星では季節の移り変わりとともに大気が凍ったりまた立ち上ったりを繰り返しているようです。冥王星には寄り添うように大きな衛星があります。名前はカロン。
その差し渡しは冥王星のおよそ半分もあり、衛星としては桁違いに大きな存在です。カロンがあまりに大きいため、冥王星はカロンを従えているというより、互いに引っ張り合い、二つでくるくると回っています。まるで二重の星のような関係なのです。そのカロンにも不思議な特徴があります。北の極のあたりがうっすらと赤茶色に染まっているのです。冥王星から漏れ出た成分が長い時間をかけてそこに積もったのではないかと考えられています。冥王星の周りにはカロンの他にも4つの小さな衛星が見つかっています。どれも直径が数十キロほどのいびつな氷のかけらです。小さな一家が一緒に旅をしているようです。これほど豊かな世界がなぜ惑星のリストから外されたのでしょうか。きっかけは冥王星によく似た天体が次々と見つかったことでした。とりわけ大きかったのがエリスと名付けられた天体です。冥王星とほぼ同じ大きさで、重さはむしろ冥王星をわずかに上回っていました。冥王星が惑星ならエリスも惑星のはずでした。ではエリスは第10の惑星なのでしょうか。いや、同じような天体はまだまだ見つかりそうでした。このままでは惑星の数がいくつまで増えるかわかりません。ここで根本的な問いが持ち上がりました。そもそも惑星とは何なのか。実はその定義ははっきりと決められていませんでした。そこで天文学者たちは改めて惑星の条件を決め直すことにしたのです。決められた条件は3つ。太陽の周りを回っていること。十分に大きく自らの重力で丸くなっていること。そして3つ目が自分の通り道から他の天体をあらかた片付けていることでした。冥王星は初めの2つは満たしていました。ですが3つ目でつまずきます。冥王星の通り道にはカイパーベルトの無数の氷が一緒に散らばっていて片付けられてはいなかったのです。そこで冥王星のように丸いけれど通り道を片付けていない天体のために準惑星という新しい分類が作られました。冥王星はこうして惑星ではなく準惑星の代表となったのです。とはいえこれは冥王星がつまらない星になったという話ではありません。むしろ逆です。冥王星は太陽系の外側に広がる新しい世界の入り口を教えてくれる代表選手になったのです。準惑星は冥王星だけではありません。エリスやずっと内側の小惑星帯にあるケレスなどいくつもの仲間が知られています。太陽系には惑星とも小惑星とも違う丸い小さな世界がいくつもあるのです。冥王星のそばを通り過ぎた探査機はそこで旅を終えませんでした。さらに外側へと進み、カイパーベルトにあるもっと小さな天体へと向かったのです。そこで出会ったのは2つの丸い塊がくっついたような不思議な形の天体でした。太陽系ができた頃の古い姿をそのまま留めていると考えられています。これほど調べられても冥王星にはわからないことがたくさん残されています。なぜあれほど活発に氷が動いているのか、その熱はどこから来ているのか、答えはまだ出ていません。さらに驚く考えもあります。冥王星の熱い氷の下には凍り切らずに残った液体の水の海が隠されているかもしれないというのです。ただしこれはまだ確かめられてはいません。冥王星が惑星から外れたのは価値が下がったからではありません。むしろ太陽系が私たちが思っていたよりもはるかに広く多様であると分かったその証なのです。惑星と呼ばれても準惑星と呼ばれても冥王星そのものは何も変わりません。氷の山がそびえ、氷河が流れ、青い空がかすむ。冥王星は紛れもなく
一つの豊かな世界なのです。太陽系のことを思い浮かべるとき、一番外の暗がりにこの小さな星がいることを思い出してみてください。ハートの模様をたたえた氷の世界が遥か遠くを今日も静かに回っています。とてつもなく遠く、とてつもなく寒く、そして驚くほど生き生きとした地形を持つ冥王星。それは太陽系の外れを収める小さな氷の王のような星です。冥王星の向こうにもまだ見ぬ世界がいくつも眠っているはずです。かつての9番目の惑星は私たちに太陽系はまだ広がり続けていることを静かに教えてくれているのです。惑星ではなくなっても、冥王星は太陽系の広さと豊かさを教えてくれる大切な世界です。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。次回も宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。